強い打撃を習得する、高度な身体操作を習得する、一番大事なことなんじゃないかなと思われる、僕の気づきを話していきたいと思います。皆さんの学び、無駄になっているかもしれません。実はスムーズに理解できたという感覚ほど当てにならないものはありません。なぜなら僕たちの脳は心地よい情報に対して分かったつもりになるだけで記憶しようとしない性質があるからです。この現象を知らないと貴重な時間を失い続けることになります。今回は多くの学習者が無意識にはまる認知の落とし穴、流暢性の錯覚についてお話しします。妻が免許は持っているんだけれども、子育てとかいろいろあってね、運転する機会がほとんどなかったので、そろそろね、急な用事があったら自分で運転ができた方がいいだろうということで、一生懸命練習してるところなんですね。で、僕がね、横についてアドバイスをするわけなんですね。ここ最近ずっとそれを繰り返していて、ふとね、思ったんですよね。自分が運転してるだけだと、ここまで言語化というか考えないで運転してたなと思ったんですね。駐車するときはこうした方がいいよなとかっていうのを説明してるうちに、自分の中でも頭の中でそれがね、整理されてくるっていうのを感じたんですよね。そうするとね、もともと僕運転全然自信がない、下手くそなんですけど、前よりもなんかね、結構きちっと運転するようになったなっていう変化を感じたんですよね。これってすごいなと思って、武道とかの学習においてもものすごく通ずるんじゃないかなと思ったんですね。終鉄の稽古会でもね、最初のうちはね、僕がいない時は来ないっていうようなのがケースが結構散見されたので、自分たちで考える稽古っていうのは絶対必要だと、強くなる上では絶対必要だと僕は感じているので、僕がいない時も稽古をすることの意味っていうのはものすごく大きいんですよっていうのをみんなにもねずっと話してきてたんですね。ですので最近はね、自主練もすごく盛り上がってますし、以前ね YouTube でも言語化することの重要性っていうのを解説しましたけども、今回のこの運転のねドライブの気づき、自分がちょっと運転が上手になった気がするっていうのを経験してね、改めて重要なんだなって。もう一つね、今日お話したいのは、スムーズな学習の弊害っていうのも実はあるんですよ。このようにアウトプットする側の言語化は僕自身の思考を整理し、技術への理解を劇的に深めてくれました。では逆の立場はどうでしょうか。もし自分がインプット、つまり教わる側に立っているとき、実は教える側の分かりやすい言語化が僕たちの学びを阻害するという皮肉な真実が隠されています。このね、学びの最適化っていうのをいろいろと調べて最近ね勉強してたんですけども、言語化がスムーズであったりとか、理路整然と喋るね、先生の学習が必ずその人にとって、学び手にとって有効かというと、そうでもないっていうケースがあるっていう。これはね、なんで気づいたかというと、僕も調べ物とかいろいろ最近 AI もねすごく発達していて、AI はね嘘も多いんですけど情報収集にもすごく役に立つので、いろんな AI サービスを実は契約していて、例えば一つのものを調べたいなと思ったら、もう4つも5つもいろんなところでちょっと調査をして、それで整合性をとって本当に正しいものなのかなっていうのを確認したりとか、そういう作業をするんですね。最近その文章をポッドキャストみたいな感じで変換してくれる AI サービスがあるじゃないですか。例えば、一番有名なのはノートブック LM とかですね、 Google の。これは自分が持っているテキストファイルをとかね、その資料をアップロードしたら、その内容をもとに対話形式のポッドキャストとかにして音声でね、またプレゼンの動画みたいな感じに変換してくれて、オンラインラジオを聞いてるような感じですごく分かりやすくしてくれるっていう、とっても面白いサービスがあってですね。で、一時期自分が
書き留めた文章とかね研究データの取りまとめをやっぱ専門用語が多くてすごく読みづらいので、それをねボンボンポッドキャスト化して、それをね車で運転しながら、再度耳から自分の理解を整理するっていうことをやってたんですね。ある時ふと思ったんですよ。ポッドキャストにして聞いた内容すごく分かりやすいんですけど、頭になんか残ってないなってふと思ったんですよね。でこの現象って何だろうと思って、これまたAI とかにいろいろ聞いて調べてみたんですよ。耳から学習したデータが頭に入ってない。それよりも自分でガチャガチャ書いて難しいなって読みながらね、理解したものの方が頭に残ってると。これってどういうことなんだろう調べたら、科学的にきちんと解説できるものだっていうことが分かった。マルチメディアで学習をした場合に認知的な努力が少なく感じられる。要は楽に情報が入ってくるっていうことなんですね。でこれらの動画学習者のほとんどがねよく理解できたっていうふうに自己評価をしたにもかかわらず、実際のねテストの成績は文章で学習した人よりもかなり低い結果が示されたっていうデータがあったりするらしいんですね。どういうことかというと、ものすごくスムーズに頭に入ってきてめっちゃ理解できたわと思っても、いざ自分のそれが知識になってるかというとあんまりなってないことが多いですよっていうことなんですよね。これはもう元も子もないなと思って、そのポッドキャストにして勉強するっていうのをね、それで一切やめたんですよ。これはねすごくいろいろ考えさせられる、ことだったんですね。例えばね、僕もなるべく稽古の指導でも会員さんに、ちゃんとね理論的に筋が通った感じで説明しないといけないなと思っていつもねその言語化というのを一生懸命やろうとしてるんですけども、あまりにももしね説明がスムーズで解説がね流暢だと、生徒さんからするとものすごく分かりやすいなと思ってしまう反面、あまり頭に残りにくいっていうことなんですよね。これは悩ましい問題だなと。意外と四苦八苦しながら得た情報の方が頭に入りやすいっていう部分があるっていうことですね。ケースバイケースなんだなっていうことですね。初心者のうちはなるべく今節丁寧に教えてあげて、見て覚えろっていうスタンスではなくてね、ちゃんと、理解できるように教えてあげることが大事なんじゃないかなと。で、中級クラスであればあまりね分かりやすいものを求めるんじゃなくて、宿泊しながら学んでいくのが大事なんじゃないかなと。その場で分かった気持ちになってもらっても困るというか、自分がねきちんと理解できてないということをしっかり認識しながら次のステップに進んでいくっていうのを自分自身でそういう選択をしながら進んでいかないといけないので、そこではねあまりにも流暢な指導というのはネックになることもあるということですね。上級になればなるほど自ら考えていかなければいけない割合が増えてくる。でさらにはねもう超上級、黒帯とかね指導者のクラスになってくると、さらに工夫を重ねていくために今度は指導するとかね言語化っていうのが必要になってくるというところなので、最初に話したねその言語化の重要性っていうのは特にレベルが高い上級になってくるとすごく問われてくるものなんじゃないかなと。実はパンチを強くする上でも身体操作を磨いていく上でもこのことをきちんと理解することが一番重要なんじゃないかなと思いましたので、どうやって学びを深めるのかということについて解説していきました。以上です。ありがとうございました。